皆さんこんにちは。カシオ腕時計マニアックスのショーです。今回はこちらのカシオ MRW200 という腕時計のカスタマイズ動画をお届けすることにいたします。でカスタマイズについては、後ほど詳しく作業風景をご覧いただきますので、その前にざっとこれがどのような時計かというのをちょっとご紹介ということで、どちらもですね同じ MRW200 という腕時計なんですが、こちらが最近発売されたもので、ベルトがステンレスになっているという腕時計で、こちらはだいぶ前から販売されているもので、ベルトは樹脂で、日付と曜日が表示されるというダイバースタイル、ちょっとミリタリーっぽい感じのデザインです。ということで、ここのベゼルが回転させられるんですが、実は右にも左にも回ると。普通こういったベゼルは逆回転防止ベゼルといって左方向にしか回らないんですが、これは右にも回ると。なおかつカチカチカチという感じで回るんじゃなくて、スルスルという感じで無段階に回るということで、この辺は簡易的な回転ベゼルということで、本格的なダイビングには使えないということですが、なんていうんですかね、逆に考えればちょっとこっちに回したい時もぐるーっとこう回さなくてもひょいっとできるので、お手軽って言えばお手軽ですよね。ということで、これはデザインの雰囲気を楽しむという感じの時計なんですが、なかなかお値段の割にかっこいいデザイン時計だなと思います。でこちらもさらにベルトがステンレスになって、なお一層クールな印象になったと。残念ながらここはプラスチックに金属風塗装なんで、おそらく使っているうちに色は剥がれていってしまうとは思うんですが、なかなかデザイン的にもいいものじゃないかなと思います。そしてこれを今回どのようにカスタマイズするかというと、この時計のですね、文字盤と針をごっそり中身を入れ替えるというカスタムをしてみようかなということで、こっちは全体が黒で文字盤が白と。でこっちはシルバーで文字盤が黒という形になるんで、それぞれコントラストが際立ってよりかっこよくなるのではないかなという、もしかしたらこのまんまの方がやっぱりいいじゃないかという結果になるかもしれませんが、それはやってみてのお楽しみということで、引き続きカスタムの作業風景をご覧ください。では最初にベルトを外します。ベルトはこういったバネ棒外しという工具を使います。先端がですね、この穴に入っているので、バネのテンションで止めてあるという形なんで、こんな感じで押し下げて外すという感じです。続いて裏蓋を開けます。これは4箇所ネジ止めされているので、プラスの精密ドライバーでネジを外します。
続いて電池を取り出しましょう。電池は外さなくても作業はできるんですが、文字盤を取り出した時に針が動いてると作業しにくいんで電池を外しておきます。電池はここですね。これを画面で右側にスライドさせると外れます。もう一個の方もやってみましょう。右に動かすとさっきみたいに電池が飛び上がるんで、手でこうブロックしておいた方がいいです。次はリューズを抜きます。リューズを抜くにはここです。ここに小さい穴があるんで、ここをピンセットの先で押さえながら、リューズは完全に閉じた状態で作業します。押しながら抜くと外れます。でこういった形で文字盤を取り出すことができますので、こんな感じですね。リューズは差し込むときは特にここを押す必要なく差し込めば入ります。そしてネジ止めしたら完成と。
このような形でですね、中身を入れ替えることができました。そしてベルトをつけていきますが、今回ですね、ベルトの方はこっちの黒い方はこのナトーベルトに付け替えられるというバンビ製のですね、こんな感じ、ちょっと取り付けイメージがこんな感じですけど、これをつけてみることにします。ということで、このような形で完成させることができました。元と比べてどうですかね。かっこよくなったでしょ。ちょっと一部コメントでわざわざ手間暇かけてかっこ悪くしてどうするんだみたいな声が聞こえてきそうな気もしますけど、それはいいんですよ。私がかっこいいと思ってればそれでいいんです。で、ちょっと今思ったんですが、こっちの方ですね、文字盤を白にした方なんですが、ここのベゼルの周りの文字の色がちょっと青みがかってるのと少し薄いかなと、色が。なんでここをもうちょっとくっきりさせるために、ここにですね、色を足してみようかなと、白く塗ってみようかなというのを急遽思いついたんでですね、ちょっとそれを追加で作業してみたいと思います。それにはですね、このアクリル絵の具を使います。で、せっかくなんでここの文字の部分は白で、ここの三角のマークは赤にしてみようかなと。ちょっと試しにやってみましょう。ほら、しまった。盛大にはみ出してますが、これ後できれいに拭き取ります。ということで、このような形でこのベゼルの文字の色埋めができました。で、ちなみにですね、ここの赤いところに関しては、こういったリキテックスのジェストというね、白色地塗り剤というものを塗った上で、こういったスカーレットというようなこのちょっとオレンジっぽいような赤をですね、塗ると綺麗にできます。ジェスを塗る理由は2つあって、直接塗ると剥がれやすいのと、ちょっと最初のここの色を思い出してほしいんですけど、ちょっと青っぽい白、ちょっと暗めの色だったんですよね。そこに赤い色を塗るとどうしても発色が良くない、綺麗に発色しないので、一旦こういった白の下地塗りでの上に色を重ねると綺麗に発色するということで、剥がれにくくなるのと発色が良くなるということで、アクリル絵の具じゃなくてラッカー塗料とかエナメル塗料とかで塗る時も同じようにですね、一旦白を塗って
上から赤を塗り重ねる方が綺麗にできます。ということでですね、今回のカスタマイズが完成ということで、両方並べてみるとですね、同じ構成の同じ形の時計なのに全然違う風に見えますというところがまた面白いかなと。いうところですね。もともとこの時計はお値段が安い割にかっこいい時計なんですけども、こうやってですね、白黒のコントラストをはっきりさせることでよりかっこよくなったんではないかなと思います。ということで試しに腕に装着してみましょう。こんな感じです。もう一つの方がこんな感じです。ということで、チープカシオの MRW200 のカスタム動画をお届けしましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。また、この次も面白い企画を考えていますので、よかったらまた見てください。では次の動画でお会いしましょう。